1067ミリ。この数字に見覚えがある人は鉄道に詳しいです。そう、標準的な日本の鉄道レールの幅です。このレール幅、一体どこからやってきたのでしょうか。マルチモーダルな旅。時は19世紀半ば、オーストラリア大陸北東部に位置するクイーンズランドは、当時まだイギリスの植民地であった。1863年、同地では鉄道建設法が成立し、翌1864年からイクスウィッチとトゥーンバを結ぶ幹線鉄道の建設が始まった。注目すべきは、その設計に深く関与したのが、技術顧問アブラハム・フィッツギボンという人物であったことだ。フィッツギボンは、限られた財政状況下での鉄道建設には凶器が最適であると主張した。機関3フィート6インチ、すなわち 1067mm の採用を提案し、これが後にケープゲージとも呼ばれる標準凶器の先駆けとなった。当時のクイーンズランド議会では、ランドズ大臣が1マイルあたり15000ポンドを費やすのは望ましくないとし、凶器ならばその半額の7500ポンド程度で済むとの試算に基づき、この提案を採択した。1865年7月31日、イクスウィッチビッグスキャンク間が開通する。これが世界で初めて本格的な狭軌幹線として完成した瞬間であった。さらに2年後の1867年にはトゥーンバまで延伸し、山岳地帯を含むルートを狭軌で走破する設計の正当性が証明された。議会では後期派との激しい議論もあったが、最終的に狭軌で鉄道を建設し、後期は採用しないとの政府方針が打ち出され、クイーンズランドは世界に先駆けた狭軌州として名を刻んだのである。この背景には、当時わずか3万人程度の人口を要していた新興植民地が、限られた資金と資源の中で現実的かつ迅速に交通インフラを整備せねばならないという喫緊の課題があった。フィッツギボンの論理的な報告と政府の財政的選択が合致した結果、凶器は最適解とされたのである。日本が凶器を採用するに至った経緯。時を同じくして海を越えた東の島国日本。1868年の明治維新によって急速な近代化を進めていたこの国でも鉄道建設の動きが加速していた。1870年4月、英国から招聘された技術者エドマンド・モーレルが日本に到着し、新橋から横浜に至る幹線鉄道の設計に着手する。この時、日本がどの機関を採用するかは極めて重要な国家的判断であった。中心となったのは大蔵省副大輔であった大隈重信と、後に鉄道の父とも呼ばれる井上勝である。公式の記録は現存していないが、研究者たちは彼らが日本は財政的に豊かではないため、建設費が抑えられる凶器が適しているとの判断を下したと推測している。さらに、モーレルは日本政府関係者にこう語ったとされる。オーストラリアの鉄道も凶器を用いており、好評を博していると。その一言が日本側の意思決定にどれほどの影響を与えたのかは明らかではないが、重要な示唆となったことは間違いない。また、当時の日本は鉄道に関する技術、資材の多くをイギリスからの輸入に頼っていた。したがって、イギリスの植民地で標準的に採用されていた 1067mm 凶器をそのまま踏襲するのは、技術的にも経済的にも自然な選択だったと言える。こうして1872年10月14日、日本初の鉄道新橋横浜間が 1067mm 機関で開通する。以降、日本の国有鉄道は全てこの機関を標準とすることになった。建設費の抑制、曲線への対応力、そして輸入技術との整合性、これらが日本の凶器採用を決定づけた要因だった。両国の凶器導入経緯の比較とその関連性、クイーンズランドと日本一見全く異なる歴史的、地理的背景を持つこの2国は、ほぼ同時期に全く同じ機関である 1067mm の凶器を国家的鉄道の基盤として採用した。その決定にはいくつかの共通点が浮かび上がる。まず、両者ともに鉄道インフラが未整備であり、かつ山岳地帯を含む複雑な地形に直面していた。そして何より、どちらも厳しい財政制約の中で限られた資源を生かして鉄道を建設せねばならなかった。そうした現実が建設費を抑えることができ、地形への対応力にも優れた凶器の選択へと自然に導いた。しかし、重要な点がある。日本がクイーンズランドの事例を具体的に参考にしたという直接的な証拠は存在しない。日本側の資料には、クイーンズランド鉄道への言及は一切見られない。むしろ、日本はイギリス本国及びその植民地で多用されていた凶器という枠組みを重視していた。つまり、クイーンズランド把握までその一事例に過ぎなかったのだ。それでもなお、
モーレルの言葉。オーストラリアでも狂気が成功しているという一説は、狂気技術の優位性に対する日本側の認識形成に何らかの影響を与えていた可能性がある。さらに視野を広げれば、同時期にニュージーランドやセイロン原スリランカ、インド、東南アジア諸国でも英国主導で狭軌鉄道が建設されていた。こうした背景から日本が選択したのは英国的狭軌標準ともいえる世界的トレンドへの追従であったと考えられる。結論として言えるのはこうだ。日本とクイーンズランドが同じ機関を採用したのは共通する課題と条件に導かれた合理的選択であり、制度的人的な連携によるものではない。しかし英国を介した技術と情報の共有の中で両国が間接的に影響し合っていたことは否定できない。世界の片隅でそれぞれの課題と向き合いながら鉄道を築いた両国、その選択がくしくも同じ機関へとたどり着いたのは19世紀という時代の要請だったのかもしれない。